はい、皆さんおはようございます。今日やってきたのはこの春オープンした神戸空港国際線ターミナルです。せっかくね、我が兵庫県の空港が国際化されたということなので、ちょっとどこかに行ってみようということで本日やってきました。ターミナル内にはレストランやカフェはなくて、免税店が制限エリア内に1箇所あるだけですごいしょぼいんですけど、立地的にはすごい便利な場所にあるんですよね。日本の大動脈、新幹線、 JR、阪神、阪急、そして阪神高速が駆け抜ける町神戸、ここに関西空港ができてたらね、鉄道も高速もターミナルに直結してきっと世界一便利な空港になってたんでしょうね。でもね、ご存知の通り政治取り権が生み出したのははるか遠い海の上の空港。アクセスするには高いし時間もかかるし、ほんと不便ですよね。それはさておき、そんな神戸空港にこの春やっとね、国際線が数便だけ就航しました。ほんのちょっぴり便利になりましたが、本来ある姿を考えればまだまだこのざまです。ってことで今回はそのささやかな未来のかけらを使ってちょこっとだけ便利になったこの空港から旅に出かけます。口罩在戴上氧气面罩谢谢你的配合。Ladies and gentlemen, my attention please. A common courtesy to summary. Please remove your face covering first. Therefore, only ask you for your cooperation. 待望の機内食、台湾ビーチ。はい、こんなやつです。Ladies and gentlemen, this is your captain speaking again. In the next 5 and 10 minutes, when we got to zero down. 完食でございます。はい、見えてきました。もうお分かりだとは思いますが、今回の目的地は台湾。今回は久しぶりの台湾になるんですが、この眼下に広がる濃い緑の景色を見ると、帰ってきたなっていう思いがします。以前は台湾にはよく来てたんですよね。もう50回ぐらいになるでしょうかね。今回は神戸空港にね、就航したエバー航空で快適なフライトでした。無事にタオヤン国際空港に着陸いたしました。今回は人気の台湾なのに誰も行かないという温泉と美しい自然の癒しの街に行ってみたいと思います。僕もね、まだ行ったことがないのですごく楽しみです。行ったことのないところに行くってすごくワクワクしますよね。さあ、どんな旅になるんでしょうか。というわけでね、空港から MRT に乗ってやってきたのは高速鉄道のタオヤン駅ですね。MRT の駅の外に出てきました。この今映ってるのが MRT の駅で、このエスカレーターを降りてきたら真向かいにあるのが高速鉄道の駅。高速鉄道の割になんか入り口小さくないですか。これが入り口ですよ。入り口は小さいんですけどね、中に入ってみるとこの通り普通の駅ですね。そしてこの833号増員行きに乗ります。列車が入ってきました。あれ、この列車どっかで見たぞっていう方もたくさんいらっしゃると思います。ご存知だとは思いますが、この新幹線って言っちゃったけど、そうなんですね。日本の新幹線と同じモデル、日本で作られた車両ということですね。700系っていうのかな、あんまり詳しくありませんが、そういう車両になってます。
ゾーインに到着しました。やっぱり乗ってて快適ですよね。安心感も違います。高速鉄道はここまでなんでね、ここからは在来線の方に乗り換えてカオシュンの駅の方に向かいたいと思います。カオシュンに到着しました。ここで一泊してね、目的の町には明日の朝向かいたいと思います。このカオシュンではね、ただ一泊するだけなので、もう駅から一番近いホテルを予約しました。駅がここ。台湾の信号はいつもこれがね、面白いね。緑の人が走り出すのよ。キングスタワーホテル。到着でございます。ホテルにエレベーターホール、すっげー昭和感。なかなかの昭和感ですね。そして部屋はこちら、角部屋となっております。そして部屋を開けると、昭和感。はい、昭和というよりなんかこう大正感も漂ってますよね。窓が丸です。丸い窓。そして前はカオシュンの駅ですね。はい、昭和より大正やね。なんかね、これ日本統治時代のホテルなんでしょうか。そしてトイレは和式ではなかったですね。一応洋式トイレ。はい、ドライヤーもついてます。そしてシャワーはなぜかここから出ている。なんでここから出てるんでしょうね。こんなとこからホースが出てる普通のシャワー。昭和感違う、大正感が出てます。このクローゼットもすげえ、もう完全に大正感ですね。冷蔵庫、もしかしてこれ氷入れんと冷えへんやつかな。そんなことない。電気、一応電気みたいですね。はい、ポット、豆炭で沸かすポットではなさそう。一応電気ですね。すげえ。はい、ルームツアーでございました。神戸空港ラウンジがないんで、1人2500円分のチケットもらいました。免税店で何か買えということだったので、戦利品5000円ちょうど分です。出してみましょうか。 T シャツ、桜正宗。これはね T シャツがねちょっと少なめに持ってきてるんでちょうどええわと思って一つ T シャツにしました。そして神戸のコーヒー、そして神戸ゴーフル、それから、バームクーヘンですね。この辺のものは食っちゃって荷物を減らそうという作戦でございます。
それでは夕食に向かいたいと思います。地元の人が普段食べてて美味しいと言われてる評判の食堂ですね。持ち帰りされる方の方が多いようなところなんでね、飲み物とかが置いてないので、飲み物が必要な時はコンビニで買って持ち込みです。おつまみピータン、これピータン好きなんですよね。はい、汁物もやってまいりました。やってきました。夜市イエスですね。フルーツ屋さん。タピオカミルクティーとかありますね。何やったっけ？タピオカミルクティーって何やった？真珠ゴーヤをジュースにすんのすごいね。カニとかあるよ、カニとか。ここに来るまでの間に腹減るかなって思うぐらいの量に注文してんの。超腹いっぱいやったね。ほら、柿もほら、柿も謎の黒いソフトクリーム、謎の海鮮。なんかジュース飲んだよな。はい、ジュース飲みたいね。何かさっぱりしたジュース。さっぱりしたジュース。いや、なんでもいいよ。タピオカミルクティーじゃないんですか？レモンのやつがさっぱりしそうで。そうやな。レモン、あれ何？紅茶？わからん。次レモンって出てきた。白身魚巻き。はじめ人間のやつや、あれ。あ、これはココナッツ。あ、うまそうやな。でもレモンもあるで。次出てきたから買うでとこやで。あれは何？こっちレモン。あれはココナッツ。どれ？あれはサトウキビちゃん。サトウキビ、これうまい。150度いける？サトウキビとレモン。
はい、じゃあ早速ココナッツ飲んでみましょう。ストローと入れ物までちゃんとつけてくれて、ココナッツうまい。ココナッツ冷えてるとうまいね、やっぱ。あ、そう。よく南国に行ったらさ、このままぬるいやつ、またぬるいと、美味しくないんかなって感じよね。あれやけど、こっちも飲んでもいい、こっちは何？レモン。ハーフ&ハーフ。うまいうまい。さっぱりするかな。黒糖じゃない、黒糖、砂糖きび。砂糖きびと、砂糖きびと美味しいです。夜市を後にしてやってきたのはフットマッサージ。今日はね、朝からずっと乗り物に乗りっぱなしだったのでね、台湾名物のこれやっぱりね、やっとかないといけないでしょ。オーケー。気持ちいい。飲み込みそうでもない。まだこれからかもしれへんけどあ、いてててててってなるかと思ったんですけどね、今日は意外に大丈夫でした。皆さんのご期待に添えなくて申し訳ございません。次にやってきたのはカオシュンの歴史のシンボル、旧カオシュン駅です。1941年日本統治時代に完成した駅舎で、日本の城のような屋根を持つ定館様式という美しい建築です。驚くことにこの建物、鉄道地下化の工事のために一度建物を丸ごと移動させる引き屋という方法で移動させ保存されたんです。今はこのカオシュンの過去と未来を伝える展示館として新しい駅の隣で静かに歴史を語り継いでいます。おはようございます。今日もすごくいい天気です。それでは今回の旅の目的地、日本人が誰も行かないという温泉と美しい自然が癒してくれる街へ行ってみたいと思います。今日の朝食は電車の中でこんな感じです。そして外はまだ地下。列車が地下から地上に上がってくると、周りはこんな田園風景。間もなくすると海岸線に出てきます。いいですね、この景色。天候にも恵まれてめちゃめちゃ気持ちがいいです。そして列車はトンネルに入ります。
トンネルを抜けるとそこはどこまでも広がる広い海、太平洋です。さっきまでの海は実は台湾海峡だったんです。台湾南端の山をトンネルでくぐって東海岸に出てきたんですね。はい、次の駅がね、目的地の台東です。いやー、楽しみですね。台東駅に到着でございます。めちゃめちゃ快適な電車になってましたね。前こっちの路線走った時はすっげーボロボロのなんか SL が引っ張っとった感じの客車やったのにね。完全に鉄オタ写真ばっかり。鉄オタ写真ばっかり。7月、やっぱり7月5日からや。7月5日からや。ちょっと早かったね。情報がね、あんまり書いてなかったんよね。こう書いてて、実は裏なんですよね、これね。ここから入って奥にカバンを預けることができました。これは荷物なのかぐったりしてます。暑いんやろな。今朝カオシュンのホテルを出て列車に乗り、今回の旅の大きな目的地でもある台東の町に到着しました。僕の知る限り日本人がまだ誰も来てないと言ってもいいぐらい静かで特別な場所です。駅で大きな荷物を預け、早速相棒をレンタルしました。電動アシスト付き自転車です。普通のスポーツタイプとほとんど同じ値段で借りられるのが嬉しいですね。この街はそんなに大きくないので、自分のペースで風を感じながら巡るには自転車が最高なんです。見てください。この豊かな緑とどこまでも続く広い空、そして太平洋の雄大さを肌で感じられるこの街。気の向くままにペダルを漕いでいるだけで心がどんどん自由になっていくようです。台東の街の魅力は少しは伝わりましたか？ですが今回の旅の本当のハイライトは実はここからなんです。次回の動画ではこの街の美しい自然や美味しいもの、そして今夜僕が宿泊する温泉の魅力をたっぷりとお届けします。美しい山々に抱かれたまさに知る人ぞ知る癒しの名湯です。泉質はもちろんのこと、その静けさとローカルな雰囲気はきっと皆さんの知らない台湾の奥深さを見せてくれるはずです。ぜひ次回の動画も楽しみにしてください。それではまた。今回の旅動画も最後までご視聴いただきありがとうございました。ところで私のもう一つの DIY チャンネルの方では、2年前に中古バスを手に入れて私自身が一から DIY してキャンピングカーを作っています。バスの全塗装から始まり、ベッドやキッチン、床暖房やエアコンの設置、さらには最強の電気システムを組むために初めてのアルミ溶接に挑戦したり、素人が試行錯誤しながら旅ができるキャンピングカーに仕上げていく、その全記録を動画で公開しています。このバスどうなってるの？と少しでも気になった方はぜひ概要欄のリンクから DIY チャンネルの方も覗いてみてください。きっともっと旅が楽しく見えるはずです。それではまた次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。